もしこれを漫画とかアニメのネタにしてもらえたら、すごく面白い世界が広がるんじゃないかなって思うんですよ。こんにちは。いつもご視聴いただいてありがとうございます。これまでスンダーランドにまつわるお話をいろいろとしてきたんですが、もうすでに聞いたことのない珍しい内容ばかりで戸惑われるところも多いのではないかと思います。なので今回は一旦立ち止まって私自身が感じていることを3つお話ししたいと思います。アトランティス・スンダランド説というのは、ブラジルの核物理学者のアリシオ・サントス博士が約30年以上にわたって世界中のアトランティス候補地を一つ一つ検証して研究した結果、出版された失われた大陸をついに見つけたという本による説に基づくものです。サントス博士は2005年、この本を出版した直後に謎の死を遂げたということもあって、世界的に名を知られているわけでもなく、ベストセラーというわけでもないですが、でも他のアトランティスに関するどの説も実はどれも決定的な証拠があったというわけでもないのに注目を集めているということを考えると、このアトランティス・スンダランド説ももっと知られていてもいいのではないかなと思うんです。特に注目なのが、スンダランドが沈んだ後の地形をもとにして一夜にして沈んだというメカニズムを物理的な視点から説明しているというところなんですよね。このあたりがさすが物理学者ならではというか、誰が聞いてもそのスケールの大きさをイメージできるような説得力があって、まだの方はぜひこの動画チェックしてみてください。それで他の説と比べてどう思うか考えてみると世界観が変わるかもしれません。そもそもアジアの真ん中に広い土地があったとしても人なんかいたのって思いませんか？私もスンダランドという名前くらいは知っていたものの、ただ陸地が沈んだっていうイメージでした。でも東南アジアには5万年も前から人が住んでいたということが分かっているんです。以前から化石や遺跡が発見されたりはしていたんですが、決定的な証拠が見つかったというのが2000年代以降ということで、それまでずっとアジアやオセアニアの人々は後になって移住してきたというのが定説とされていたので、そんなイメージを持っていたのかもしれません。そしてスンダランドの気候は古代の気候地図によると現在と同じような温暖な気候で、海底地形図によるとスンダランドが沈んだとされる海底にはたくさんの川や湖のあった跡が残っているんです。その頃北半球の大陸のほとんどが氷の山で覆われていたということを考えると、食料が確保できる温暖な土地に人口が集中していたというのは想像できますよね。食料が豊富で居心地の良い環境だったとしたら人口も増えますよね。でもまさにその最も居心地の良い環境にあった場所こそが海面上昇の影響で真っ先に沈んでしまったのです。学校で習う歴史ってエンジン類とか石器時代の話に始まって、その後すぐオリエント文明の章に入ります。で、日本史の方も聖徳太子のあたり、中央政権成立の物語から本格的な勉強が始まりますよね。でも実はその空白の間にこそ現在の世界の形が出来上がるまでの秘密が隠されているんです。縄文時代の日本とスンダランドは何らかの交流があった可能性が高いですし、スンダランドが水没し始めた頃から活発に活動するようになった海の民の交易ネットワーク、ヌサンタオの運んだ文化や技術、信仰の数々、例えば食文化や埋葬文化など日本人独特だと考えられている文化の形成に大きく影響していたということが分かっています。教科書の通り王朝の歴史だけたどっていくと、日本の歴史は西洋史に比べてちょっと地味だなと思えてしまうし、だからといって日本史ばかりを見ていてもなんだか世界がすごく狭く感じてしまうということもあります。
実は日本を含むアジアの歴史って本当はもっと広くて長くて王朝の攻防だけじゃつかみきれない奥深いものがあります。そして王朝の始まりでなくスンダランドを起点にして考えてみると今までにない新しい視点が生まれてくるんです。例えば自然と共に生きるとか調和を大事にするという感覚、それって日本だけの特別なものじゃなくて太古のスンダランドに生きた人たちが共有していた生き方でもあるんですよね。私がこの話を、日本の皆さんにぜひ知ってもらいたいと思うのは、別にロマンがあるからとか観光に行ってほしいという話ではなくて、単純にね、もしこれを漫画とかアニメのネタにしてもらえたらすごく面白い世界が広がるんじゃないかなって思うんですよ。こっちの子供たちも日本の漫画やアニメが大好きです。日本人はメーカー、アジアがユーザー、そんな構図はまだしばらく続くように見えます。このスンダランドの話ってインドネシアだけじゃなくて東南アジアのいろんな国が共有できる物語なんです。いわばみんなのルーツみたいな話。例えば昔海の向こうで家族だった人たちが西へ行く東へ行くって意見が分かれて、そのまま別々の道を歩いていく。そして現代になって全く別の国の人としてまたどこかで出会う。これは私の思いつきなんですけど、なんかそんな物語もいいと思いませんか？グローバルな時代にぴったりじゃないかなと思うんです。恨みつらみや復讐の物語ばかりじゃなくて、和解とか調和みたいなアジア的な平和の物語を日本から発信してもらえたらいいなと思うんです。文化っていうのは時代に先立つものなんです。今の時代だからこそそういうストーリーが必要とされているのではないかなと思うんです。アジア初の物語ってまだまだ掘り出されていないだけで、スンダランドを起点にした神話や伝承の中にたくさんのアイデアが眠っていると思うんです。これからもそんな忘れられた物語を少しずつ掘り起こしていきたいと思っています。アトランティス・スンダランド説まだの方はぜひ動画の方もご覧になってみてください。スンダランドやムサンタオネットワークについては再生リストの中にもまとめていますので、ご興味お持ちいただけましたらそちらの方も触れてみてください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。そしていつも見てくださっている皆さん、心から感謝しています。また次の動画でお会いしましょう。